と間違ってたら誰かコメントで教えてください。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのセリアさんの刺し子用ミニ花布巾を使って刺し子をしていく動画ではなく、刺し子をする前の段階の布巾の形にしていくところを詳しく解説しようかなと思っています。刺し子を刺していく、この柄を刺していく動画はまた別で撮ろうと思います。そしてこれまでもセリアさんのミニ花布巾はこの十字花刺しや、あとはセリアさん以外でもホビーラホビーレさんの刺し子をしている動画があります。再生リストからご覧になれますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録といいね評価もいつもありがとうございます。それでは早速布巾の形にしていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい。じゃあ袋から出すとこんな感じに布巾が入っています。で、広げるとこんな感じで長細い感じになっています。じゃあまずは縫い代線を描いていきます。で、本当はこれ裏にしてやっていくんですけど、線見えるかな？見えるね。じゃあそれでやっていこうかな。はい。じゃあそしたらまず裏にして線見えるかな？見えますかね？ここに外側の線が入ってるんですけど、これの0.5 センチから1センチ外側に縫い代線を描いていきます。で、サリーの場合はどうしようかな。1センチにしようかなと思います。なのでこう1センチのところに印をつけてあげて、で、あとは線を引いていってあげます。はい。じゃあこんな風にプリントしてある線からサリーは1センチ外側に線を引きました。そしたらこれを表に戻して中表になるように今こっち側の線、今描いたところに沿って折っていきます。で、この時に爪でも結構爪とかでも一応線はつくんですけど、サリーは軽くアイロンかけてあげます。で、これ注意なのが必ずドライアイロンにしてください。スチームアイロンにしちゃうとそのスチームの水蒸気でこのプリント線が消えちゃうので、必ずアイロンする場合はドライでお願いします。そしたらこっち側に返して、この今描いていった縫い代のところをぐるっと刺していくんですけど、その前にここちょっと余分なのでここを切り落としておきます。ずれないように待ち針とかこういうクリップとかで端っこの方を留めてあげて、ついでにこっちも留めちゃいましょうか。で、ハサミで切っていきます。はい。じゃあこんな感じでこの余分な部分が切れたら1、2、3ペン刺していくんですけど、この一応セリアさんの紙の裏側に書いてある説明だと、この端っこに返し口を作ってあげてるんですが、こっちに作るよりもこの真ん中ら辺というかこの端っこを避けて作ってあげた方が
サリーの場合作りやすかったので、この真ん中あたり、サリーは7センチから5センチぐらい、できるだけこの字と字の範囲を狭くしたいので、7センチぐらいかな。これくらい開けて刺していきます。で、ミシンの方はこのまま縫い始めてしまって問題ないんですが、手縫いでやる場合はこういったこれほつれ止めが入ったペンなんですけど、ここら辺がねとにかくほつれてきちゃうんですよ。ここも今少しほつれちゃってるんですけど、そのほつれをちょっと止めてあげた方が縫っていきやすいので、こういうほつれ止めがある方はほつれ止めをしてあげてから縫っていくといいと思います。でサリーの場合はさっきこれが入ってたこのビニールを下に敷いて、こういう感じでほつれ止めをざっくり塗っていきます。でね、結構このほつれ止めあるとなしだと縫いやすさが思っている以上に段違いなので、これはね持ってる方必ずやった方が楽ちんだと思います。ではほつれ止めが塗れたので、まだここら辺糸くずあるんですけど、そこは縫いながらちょっと邪魔なところは取り除きながらっていう感じで刺していこうと思います。でこっちの部分は輪なので縫わなくても大丈夫です。そしたらここの返し口と反対側からサリーは縫い始めていきます。でサリー手縫いですし、ちょっと丈夫にしたいので半返し縫いで縫っていこうと思います。はい、じゃあここからずーっと刺してきてこっちの端まで来ました。でこれを普通に返し縫いしてここに次刺していくと、ここ後ろで斜めになってしまうんですよね。なのでサリー自己流なので合ってるかどうかわかんないんですけど、ここ端っこまで来たら返し縫いして、で一回今出てきたところと同じところから出します。で一回並縫いしてあげて、でそこからまた半返し縫いに戻っていくっていう風にやると、よいしょ、こっちで斜めに渡らなくて済むので、一応サリーはこういう形で刺すようにしています。ちょっと何度も言うんですが、自己流なのでちょっと間違ってるかもしれないんですけど、ちょっと間違ってたら誰かコメントで教えてください。よろしくお願いします。もしくは今サリーかなりまだ糸が余ってるので、こんな感じで角を刺したんですけど、こう一辺ごとにそれぞれ玉留め玉結びして終わりにしてあげても問題ないと思います。では続きを縫っていきます。はい、じゃあ返し口のところまで針を進めてきました。で返し口のところなんですけど、いつもなんか結構ここから開いてきちゃう印象があるので、サリーはここで、これも自己流なので合ってるかわかんないんですけど、この2目なんか8の字を書くみたいに往復で返し縫いというか、何回かここら辺刺してあげて、よいしょ、でちょっとでもほつれにくく、なんか開いてきづらくするようにしています。多分これミシンだとそんなことないと思うので、
必要ないかと思うんですけど、ちょっとサリー他のもの作ってる時にやっぱりここからだんだん開いてくるとか、ここだけこの糸が見えちゃうっていうのが結構あったので、ちょっと 2,3 回往復してあげて、で玉留めで終わるようにしています。ちょっと自己流なのでね、これも、間違ってるとは思うんですけど、でも結局ここからなんか糸が見えたりとか開いてこなかったりとかすればいいと思っているので、ちょっと自己流でこんな感じでいつもやっています。じゃあ、あとここの部分、短い部分刺したら表に返していこうと思います。はい、じゃあここの返し口のところ刺せたので表に返していきます。でその前にこの四つ角の部分だけちょっと斜めに切り落としておきます。でほつれ止めを塗ったところだけ少し硬いので注意しながら切っていってください。よし。じゃあ角が落とせたらこの返し口から表に返していきます。でしっかり角も出してあげて、目打ちとかがあれば目打ちでこうしっかりと出してあげるようにすると、よいしょ、綺麗にできます。はい、こんな感じ。そしたら本当だったらここをこう折ってこの字とじしていくんですけど、サリーこの字とじが苦手なのでちょっと裏技をいつも使っています。それがこれ裁縫上手っていう布用のボンドですね。でこれスティックタイプになっているので、この字とじしなきゃいけないところにやるのにすごく便利で、前に作ったこの十字花刺しもその形で作ってるんですけど、多分ここかな、ここを糊でこうくっつけてるんですけど、結構使っていくとどこが糊だったかっていうのが分かりづらくなってきているので、全然問題ないかなと思います。なので今回もこの裁縫上手を使ってよいしょ、こう塗ってあげて、よし、で留める。はい、こんな感じ。もうなんか縫ってるのと遜色ない感じですよね。なので本当に全然問題なく使っちゃっていいと思います。はい、ではこれで布巾が完成しました。はい、じゃあ布巾の形にできました。結構簡単というか、最後この字とじをサリーはしないので、普通に作るよりかは簡単かなと思います。でポイントはこれ返し縫いをしていくときに、クリップを必ず忘れないようにしてあげるっていうことと、あとはこの角のところ返し縫いで普通に進んでいこうとすると角のところが斜めに渡ってしまうことになるので、一回返し縫いを終わらせて同じところから出して一目だけ並縫いしてあげるとか、あと終わりのところ、ここを開いてきやすいところなので、ちょっと何回か返し縫いを8の字みたいな形で刺してあげるっていう風にしてあげると、ちょっとどっちも自己流なので合ってるかはわからないんですが、
比較的綺麗に作れるかなと思います。あとは、もうこれは初歩的なというか、実際サリーは一回やっちゃったんですけど、やりやすいミスかなっていうと、これ、最初、付近にする状態、中表の状態じゃないと、ちゃんと返した時に柄が出てこないので、それだけ注意かなと思います。そんなミスするのサリーだけかもしれないけど。はい。それでは、また、これをチクチクと刺していく動画は別の動画になりますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。再生リストに入れておきます。それでは、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければ他のこういう十字花刺しとか、この後刺していくので、そちらの動画や、あとホビーレさんも刺し子していますので、それらの動画も再生リストに入れてあります。概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらもよろしくお願いします。それではまた次のサリーの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。